これ今、お酒を作るためのお米だと思うんですけど、普段食べるお米とはどう違うんですか？食べる、もともとは食べるお米の、余ったものをお酒にする。日本のお米というのは非常に水分が多いんで、食料としては貯蔵性が悪いんで、どちらかというと長期貯蔵に耐えられないんで、お酒に変えて付加価値を作るという、そういう発想が基本あります。で、普通のご飯にするお米、これはうるち米と言われるもので、その中にお酒作りに向いているお米と、あるいはそうでないものとがあるわけですね。で、その他には、もち米という世界があります。日本酒作りはもち米ではなくてうるち米。で、その中で、特にいいお酒を作りたい場合には、お酒作りに適した酒造公的米というようなお米を使います。で、こういうお米はどちらかというと、実りが、秋が深まってから実るという、いわゆる奥手のお米になりますね。早く収穫できるものは和製。それほどでないものは中手って言いますけどね。で、今出ている写真は夏の風景なんで、青々と茂ってるんですけどね。これ酒造公的米ですけどね。これが実る頃にはもう周りの田んぼは全部刈り取りが終わっているので、スズメがいっぱい集まって実を取りに来ます。じゃあ皆さんご苦労様です。本日は横綱をお迎えしての、今年の初飲み機会を開催されて非常に、嬉しく思います。何年かぶりですね、やっぱりコロナ禍で、蔵でリアルで、初飲みできなくて、ものだけオープンするんですけど、今年はリアルでできることを本当に改めて感謝します。ぜひ今日は初飲み皆さんよろしくお願いいたします。どうも。お願いします。社長さんが、3年ぶりですね、と言ってるんですけど、これコロナの時期っていうのはどういうふうにこの初飲み切り会をして初飲み切り会はほとんどの蔵で中止されました。で、ただ、蔵の中ではやります。いわゆる蔵の人だけでやるっていう方法ですね。で、通常は誰か、自分の蔵の酒についてよく知っている人、あるいは、国の先生であるとか、県の先生というような方が、退官された後に、顧問のような形でついていて、で、見に来てくれるという、それで問題があれば指摘してくれるという、そういうスタイルなんですけど、人が集まってはいけないというような風潮だったんで、みんな中止してました。うちの場合には、神田泉屋の場合は、蔵から小さな瓶に詰めて送ってこられる。それで、それを引き酒して返事をするという、そういうスタイルでした。じゃあ、早速始めましょう。都道府県フランスのここで飲んで、ちょっと口で含んでるけど、これは何をしてるの口の中で空気と混ぜてあげると、味も香りがはっきり強調される。で、通常口に入れたものは全部吐き出してしまう。全部やるとやっぱ相当な量のお酒を飲んじゃうことにな酔っちゃうから。これはでも利き酒でしかしない。利き酒だけ。例えばウイスキーとかワインとかでもする。ワインは同じことをやる。口の中で転がしてね、空気と混ぜて香りを見る。ウイスキーはしない。その異常っていうのはどういう。前と違うっていうか。いわゆるこういう検査に立ち会う人間は何年にもわたって見てるわけなんで、で、私の場合はだいたいこの蔵でも35年間ずっとお酒を見てるんで、傾向、今回はね、コロナでちょっと4、5年空いちゃったんで、4、5年前の記憶と今との違いをね、結構違ってるものがあって、この蔵の場合はいい方向の方に、これいい方向だねっていう感じになってる。飲み切りで失格
になるお酒とかっていうのそれはね、お付き合いしている倉本さんではそういうことは起こらなかったけど、親しくしていた鑑定家室長の先生なんかからは、やっぱりもう、まるでもう色も牛乳のようで、もう、酸っぱくってっていうようなね、そういうお酒ができちゃうことがある。そうすると、まあこれはもう、今はね、そういう名人の先生がいなくなっちゃってるんだけど、先生がもう誰にも教えず、蔵人にも見せずに、全部先生が処理をする。で、まあ、ある程度、普通の状態に戻してあげる。なんか加えて取ったり加えたり、火入れ殺菌したりね。それで、まあ、他のタンクのお酒と混ぜてみるとかね。多分そういうことをやってるんじゃないかと思う。まあそういうことは、詳しいことは失礼だから聞いたことないけど。気になるのは、この、おちょこに、この模様が描いてある。これは、なんか結構いろんなところで見るけど、どういう意味？飲み屋さんでもね、小さいおちょことしてデザイン的に使ってるけど、実際はもっと大きなものでね、高さが8センチぐらい、幅が 6.5 センチぐらいかな。神田泉屋の場合は多治見の生産者がお願いしてね、そういうものを頼むんだけど、全部白磁で真っ白な色で、そこに濃紺の紺色が20線でね、いわゆる蛇の目っていう蛇の目って書くんだけど、まあ、傘なんかでもね、日傘で蛇の目の傘なんていう、日本独特の模様なんだけど、これが器の内側にね、彩られている。その中にお酒を入れて、で、真上から見て、そして、お酒の色に異常がないか、何か雰囲気おかしくないかっていうのを見る。そうですね、今のところ、もうちょっと在庫だけですよね。古酒の在庫だけです。そうですね、もうしばらく作ってないですね。15。で聞きたいんだけど、古酒っていう言葉が出てくる。古いお米だっていうのは分かるんだけど、それなんか寝かせるなんか何年か寝かせるとかっていうのは、そうすると何が起きるんですか？古いお米じゃないの、古酒っていうのは。もう常にね、お酒はね、基本新米。新米だから、7月前にお酒が作られることはない。7月からお酒の年度は始まるんだよ。その前にお米はないよって。作って寝かせて、こんだけ。で、よく作ればよく作るほどね、よく作るっていうのは、高級なお酒になると精米を良くしていく。で、粒が小さくなる。それを蒸し上げる。その蒸し上げるのもどうしても硬くなる。で、お酒に仕込む。で、仕込んでもやはり溶けが遅いとかね。で、出来上がりがやっぱり硬いお酒になる。だから出来たての、例えば大吟醸は美味しいんだろうなっていうのは、皆さんの想像と違って美味しくもなんともない。だから、こういう飲み切りの時点では、この間の、2月か3月に絞られた大吟醸を見て、その硬さ具合を見るとかね。で、これは1年経ったらこうだろうなっていう、そういう想像をする。で、これは良くなりそうだね、とかね。だからその時に飲んで美味しいとかってことさ関係ない。これは出世しそうなお酒だねっていう感じ。飲み切りの時点で、これは寝かす。これは寝かした方がいいね。これはもう飲んでも美味しいなだからっていうのを見て。地元サービス用のね、晩酌用のお酒なんかだと、そんな高いお米をね、よく精米して作るっていう、そういうことは経済的にね、できないんで、そうすると、そういうお酒が蔵ではどこでもね、一番量的に多く何本もタンクが作られてるんで、例えば同じ種類のお酒が5本あります。でも5本もやっぱり1本ずつね、人間の子供の兄弟と同じでね、同じ家の子供、性格がみんな違うように、お酒違ってくるんで、そうすると、秋から出すときにはこのタンクが一番最初だろうね、とかね。これがなくなってきたらこれだね、これと混ぜていくか、みたいなね、そういうこと。高級なお酒は、ブレンドはあまりしなくて、単独のタンクで、ただ飲み頃、いわゆる発売時期をね、引き下げをしながら決めていく。そういう形。
ここの社長さんもね、全国の利き酒、行政がやる全国の審査員なんで、利き酒がかなりできる人なんでね。お酒っていうのはその区別ができるっていうか。自分の蔵のお酒だけじゃなしに、いろんな蔵のお酒を一堂に会したところで見るんです。その審査員になってるような人だから。経験が豊富と経いうか。験豊富で、そういう勉強もね、やっぱして。これはほぼね、一巡した後なんで、杜氏さん。この二人はね、二人とも杜氏資格を持ってる人で。蔵人さんだよね。蔵人さん。蔵人さんっていうのは、例えばこの蔵だったら何人くらいいるんですか？全部でね、作りに携わってる人は7人ぐらい。7人くらい。で、その他に、出荷の係だとかね、ラベルを貼るとか、配達に行く人もいるしね、兼任してる人もいるけれども、作りに入る人で、この蔵の場合は、杜氏、それから今、3人とも酒の杜氏の国家資格を持っている。杜氏さんっていうのは醸造責任者。だから、どっかに望まれれば、杜氏として、トップとしてよその蔵に行く可能性もあるんだけど、二人とも一生ここで骨をうずめるつもりでね、働いてるから。だから一本一本のタンクのね、生い立ちを全部ね、知ってる本人なんでね。だから質問してもすぐ答えが返ってくるし。品が入りやすかった。今までは来なかった。入酒入んない問題だった。水がきれいすぎるのかもしれない。あ、そうなんですね。ちょっとあえて置いといて。水がもうちょっと汚い水を使うといいかもしれない。あ、そうそうそう。じゃあちょっと置いといてとかやりましょう。今、汚い水って話が出たんだけど、これは多分ね、お酒の時だったと思う。というのは、微生物なので、硝酸還元菌の働きに非常に頼るところがあるので、きれいな水は硝酸還元菌が少ないんだよね。そういう意味で汚い水って別にそんなドブ水じゃなくてね、あまりにもこの蔵の場合はね、水がきれいすぎるんで、だから、あと軽い感じになってるんで、優しくするためには、もうちょっと汚れた水がいいね。汚れた水っていうのは、一般的な水だね。普通の酒蔵さんの。酒屋にはちょっと快適ねみたいな。判断な話ですからね。きれいにしろっていう、そういうのも。ね、微生物にとってはね、どっちがいいかわからないもんね。そうですよね。例年だと結構下がったけど、今回なんかほとんど同じだね。ほとんど同じだね。絶対系はみんなソフトな感じがして、でもデータ見るとマイナスはゼロだしね。プラスマイナスゼロが1個あるだけで。結構ね、日本酒と高いよね。数字がね。やっぱりね、昔3も 1.3 以上みんなあって、ね、それで 5. 点いくつとかね、プラスがね、出てるから。なんか、いろんな指標があるじゃん。日本酒でも言ってた酸とか、アミノ酸とかもあったし、それっていうのはお酒買いますってなった時に、ラベルに書いてあるものではない？書いてない。書くことは義務付けられてない。でも、例えばね、ものすごく大きいね、プラスの15ですなんてお酒ができると、アピールね。売りになるからそういうことを書いたりね、するけれども、プラスの14はいいのかどうかっていうのはわからないんだよね。高ければ高いほどっていうからちょうどいいぐらいになる。いわゆる狙ってるね、こういう味にしたいんだよっていうのに合ってなきゃいけないんでね。甘く作って辛く聞かせるのが、辛く作った辛くさ、逆だ。辛いけど甘くこれ今、辛口を狙って甘口にするみたいな。
うん話をしてるんだけど、それは、そうさっき言ってた寝かせるっていうのとちょっと関連が。生酒の時点でもね、同じことが起こるんだけど、基本、日本酒のいい酒を作っている蔵元さんとか杜氏がよく言うのはね、やっぱ辛く作って甘く感じさせる。辛く作るってことは、お米の成分をきれいに使い切っていますよってことですよね。それで、飲んで口に含んだ時には、甘く感じるっていう、なんか優しさを感じる。そういう酒にしたいって、そういうふうに思う蔵はいっぱい。当時もそういう人がいっぱいいるけど、なかなかそうはいかない。やっぱうまみがある。うん、柔らかさが。やっぱこれもたつくね。そうですね。うん。やっぱり缶つけて飲んだり、そういう感じで飲んでもらうのが。感するかね。もたつくのはね、米とかね、酵母のせいでね。そういうのは好きだって人いるかもしれないけど、やっぱね、地元のお米で、地元を盛り上げるためにっていうんで、地元に協力してね、そういうお米を使ってやることもあるんで、それがまたね、何か評判になったりしてね、売れるんだけど、でも、人によって基準が違うんだよね。私の場合は、このもたつきはなーっていう感じでね、これはちょっとうちはいらんなって感じ、そういう判断もここでしてる。新しいって人によります。が前に比べるとちょっとお米っぽい感じがする。そうですね、ちょっと熟成という色もあるんで、今回は。ちょっとなんか米の匂いだなみたいな感じが、やっぱりちょっと焦げ臭っぽいような感じしますよね。色もあるし。香りも、一般の人はちょっと癖があるような香りに感じちゃうかもしれないですけど。このお酒はちょっといい評価ができなかった。ちょっと古酒っぽくしたっていうんですよね。ちょっと味が濃くなっちゃったとか。貯蔵しておいたものをここに出してきてるんだね。2年置いたんだけどどう思いますって。だから本来の飲み切りとはちょっと違うね。だからこれも見てみてる感じ。ちょっと寝かしすぎだよ、これは。もうおとなしいね。もうちょっと香りが。でもいいね。辛口がいいな。すごく。辛口の反対は甘口だと、なんか、どっちが作りやすいとかはあるの？ない。それはない。どっちにしようかなって決めるんだよね。なるほどね。タンクを合わせましたみたいな話をして、なんか2つタンクがあったけど、1つにして1瓶にしました。言ってるけど、これは結構あること？出荷が始まっちゃうと、タンクがどんどん減っていくんでね。なるべく、貯蔵するときには空気を入れない、タンクいっぱいにした方がいいから、移動するわけ。移動して、こっちへ全部入るな、なるとそっちへね、ポンプで組み上げて移動していっぱいにしちゃう。そういうものもここには出てた。でも最初販売するときは同じ銘柄の。そう、販売するとき。辛口。そうですね。一番最初に私見たのは、2から見始めて。で、ちょっと本数が例年、昔に比べると減ってるなって感じ。前は5本ぐらいあったような気がするんだけど、5本が全部違ってたのがね。今回は3種類もうほぼ同じっていうね。区別がつかないぐらい同じで、非常に結構なことだと思います。これは何を話してるの？同じなんか一本一本から、これが一番最初で、これ2番目、これ3番目に出そうねっていうのは、どれを出しても同じだねって状態。だからいいねって言ってる。それから、その次に見たのが辛口。で、辛口は、昔は、これ1回ヒレですよ、今。そうです。1回ヒレね。1回ヒレの時点で飲み切りの時にはね、ちょっとね、だれたようなね、感じがね、よく、なんていうかな、うっすらだけど、生ひねっぽいものがね、昔は感じられたのが、もうこう数年ね、消えていって、ところが、消えるんじゃなくて、今回はなんか、米の匂いがするなって感じがしてね。
ちょっと生酒であとはもうコシになってくるな。何も欠点なしで本当に美味しいでコシになってちょっと嫌なの。もうタンク手つけてなくな生の2ひね本やってひねの皮。ああ。た。1分もあってない。それは経験がないとわからない。向こうの方の奥でちょっと小さいタンクでも作ってたよね。前はそうなんですけど、今回はもう合併で、まあ一応 K1 と901で作ってみたので、うん。それは混ぜないと多分味違う。ああ、違っちゃうもんね。皆さんに黒川生原酒っていうのは、コーロ工房コーロの周りに作ったのを、あれは丸石で。いや、泡消しで。泡りので。ありで。泡今なんか研究所も丸一があるみたいこれは何？泡ありなしは泡消しとかっていうの？酵母菌でね、泡が出ないようにしてあるやつがあるんで。でもこの蔵では泡ありで昔ながらにやってる。泡が出ないようにする、そういうことが今できるようになってる。へえ。ほとんどの蔵がね、もうみんな泡なしの酵母を使ってる。それはそっちのが安価とかってこと？安価じゃなくて管理が楽なんだよ。なるほど。でもやっぱり、古いかもしれないけど、やっぱり泡の状態を見て、その発酵途中のね、お酒の健康状態を判断するって昔からあるんでね。この蔵はやっぱ泡なしは使わない。そうなんだらしいですね。な。うちは泡りで、昔ながら。その方がいいと思うよ。見た目も2025年4月から、日本人以外を対象とした、英語版のお酒の教室を開講予定です。詳しくはホームページをご覧ください。